いらっしゃいなのだ。ずんだもんなのだ。今日はみんなを素敵な国、フランスにご招待なのだ。実はフランスって、世界で一番たくさんのタイムゾーンを持っている国なのだ。広いロシアやアメリカよりも多い。全部で12個もの時間帯があるらしいのだ。すごいのだ。今日はそんなフランスに関するニュースを全部で3つ紹介するのだ。中でも特に注目なのが1つ目のニュースなのだ。世界的な大激変の序章に過ぎないトランプ関税の影響にフランス企業が不安という記事なのだ。アメリカのトランプ大統領さんが課した関税のせいでフランスの企業さんが輸出が減ったり供給網のことでとっても不安に思っているらしいのだ。産業界のトップの人もまだ始まりに過ぎないって言っているくらいだから、これからどんな影響が出るのかとっても気になるのだ。本編が始まる前に高評価とチャンネル登録もよろしくお願いしますなのだ。さあみんな、今日も一緒にフランスのニュースを見ていくのだ。今日ご紹介するのは西ヨーロッパに位置する魅力あふれる国、フランスなのだ。大西洋から地中海まで広がり、その中心には世界に名だたる花のとパリがあるのだ。古代ローマの時代から歴史を刻み、自由、平等、博愛を掲げたフランス革命を経て、現在は共和制の大統領を擁する国となっているのだ。およそ6800万人もの人々が暮らし、ルーブル美術館に代表される芸術、豊かなワインやチーズに象徴される美食、そしてファッションや香水といった高級ブランドは世界中の人々を魅了してやまないのだ。航空宇宙や自動車産業も国の経済を支える重要な柱なのだ。最近では気候変動問題への積極的な取り組みや EU 内での指導的な役割が注目されているのだ。歴史と文化、そして最先端が共存するフランスは訪れるたびに新しい発見がある国なのだ。一つ目のニュースなのだ。世界的な大激変の序章に過ぎないトランプ関税の影響にフランス企業が不安という記事なのだ。フランスの企業さんはアメリカのトランプ大統領さんが課した関税のせいで輸出が減ったり供給網がどうなるか心配でとっても不安に思っているのだ。フランス産業界のトップであるアレクサンドル・ソボットさんはこれは世界の大変革のまだ始まりに過ぎなくてフランス企業にどんな影響があるのかまだ全然わからないのだって言っているのだ。トランプ大統領さんが4月2日に解放の日で宣言して関税戦争が始まったのだ。この半年で関税率は何度も変わったのだ。最初に 10% だったのがすぐに 10% に下がって8月にはほとんどの商品で 15% にまた上がったのだ。特に鉄鋼とアルミニウムは 50%、自動車は 25% もの高い関税がかけられて多くの企業さんがこれからまた新しいショックがあるかもしれないって恐れているのだなのだ。2つ目のニュースなのだ。計画なき AI 成長は持続不能、シフトプロジェクトが継承という記事なのだ。シフトプロジェクトが AI の急速な成長が環境に深刻な影響を与えるって警告したのだ。計画がないとその発展は持続不可能になるって言っているのだ。世界のデータセンターの電力消費は主に AI の発展が原因で2030年までに最大3倍に増える可能性があるのだ。この電力の35、55% を AI が使うことになると予測されているのだ。このままでは地球の気候に大きな悪影響が出て温室効果ガス排出量が急増しちゃうのだ。2030年にはフランスの排出量の最大2倍にもなると予測されているのだ。だからシフトプロジェクトは政府に対してデータセンターや AI の発展に上限を設けるべきだと呼びかけているのだ。脱炭素化目標を達成するためには今すぐ計画的に対策を講じる必要があるのだ。じゃないと大変なことになっちゃうのだ。3つ目のニュースなのだ。社員のフランス全土の都市中心部活性化、公約、冷ややかな歓迎
という記事なのだ。社員がフランスの都市中心部活性化を掲げているけど、あまり歓迎されていないのだ。この中国ファストファッション大手は、パリとフランス国内の他の5都市に初のリアル店舗を開くのだ。これは世界のファッション業界の矛盾を浮き彫りにしていると、レモンデのイザベル・チャペロン氏は指摘しているのだ。社員はフランスで2300万人の顧客を持つ巨大企業なのだ。10月1日にはパリで、不動産会社 SGM と協定を結び、BHV やギャラリー、ラファイエット系列店内に6店舗を順次オープンする計画なのだ。これにより200の直接、間接雇用が生まれるとされているのだ。しかし、社員は人権侵害や大量の安価な衣類によるゴミ問題、さらに中心市街地の商業衰退を加速させていると批判されているのだ。今回の実店舗進出は世界初で、イメージ改善を狙っているようだけど、都市活性化の約束は冷ややかに受け止められているのだ。歴史と最先端が共存する魅力あふれるフランスなのだ。トランプ関税の不安、AI の環境問題、社員の課題など、現代の様々な試練にどう向き合うのか注目なのだ。この素敵な国がどんな未来を築いていくのか、スンダモンはこれからも見守っていくのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけない。けれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声。そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。